マスター、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。視聴者の方から質問をまたいただきました。はい。自宅で作った普通の、製氷機とかの氷と、バーで使用している氷っていうのは何が違うんですか？何があって、もう全然作り方、氷の作り方も違うし、やっぱり冷え方っていうのかな、冷やし方が違うんじゃないかな、凍らせ方っていうのか。飲めば分かるような話だとは思うんだけど、でもじゃあせっかくだからうちで使ってる氷屋純氷の氷と、冷凍庫で、よく家庭のキューブアイス作るみたいな、それのアイス、あとはちょっと大きな、アイスがあるから、それを冷凍庫で一晩凍らせた氷と、飲み比べる。ちょっとそれをやってみようか。お願いします。はい。じゃあまずこっち一晩冷凍庫で自分で作った氷ね。でこっちが氷屋純氷。そうっす。じゃあ氷屋純氷の方ね。全然違うわ。味が違くもうウイスキーの味がしっかりしてるっていうか、もう多分ちょっと溶けが早かったのかな。ちょっとほんと正直雑味があるよ。気のせいかもしんないね。もう一度。もう全然違うわ、もう香りが。もう全然違う。ほんとウイスキーこっち美味しいなと思うよ。こっちはもうなんか最初ちょっと煙いのかなってこのちょっと拍手のスモーキーさがよく出てんのかなと思ったらちょっと違うわ。そのスモーキーとは全然違うわ。なんだこれ、こんな違うんだ。やっぱどっち目つぶって飲んでどっちが美味しいって多分絶対こっちっていうと分かりますか？分かる分かる。こんな違うんだね。でもやっぱ見た目もそうじゃない。こういう白いのほらちょっとなんていうの、こう不純物みたいのがさ、気泡ですか？そして気泡っていうかそこに全部ここに集まっちゃうんだろうな。でも家だったらどうしてもこういうのって氷必ずちょっとついてるもんな。今は綺麗にできるのもあるけど、ロックだから特に分かりやすいと思うんだよな。ウイスキーだけじゃん。水入れたらまたちょっともしかしたら水割りだったらそんな変わんねえとかさ思うかもしれないね。でもこの段階として美味しくなってきてんだ、氷が溶けて。なんて独特の、懐かしいけどな、このちょっとこの家で作った氷で飲んでるみたいなさ、甘さがなくなっちゃってるよ、ウイスキーの。もうほんと正直な、そうだね。甘さがなくなっちゃってるね。こっちの方が際立つ甘さが、本来の何か麦の甘さみたいのが、どういうわけだかね。これほんと正直だよ。氷が美味しいっていうよりお酒が美味しく感じるよね。香ってみで飲んでみ。ちょっともうこっちの甘さの際立ち方がちょっと尋常じゃないもん。いただきます。じゃあこっちが自家製のそうそう、冷凍庫で入れたやつ。こうやって香ったらすごくいい香りに感じますけどね。お前はな俺も全く感じなかったよ。本当ですか？いただきます。
まあでも普通に美味しいです。あ、そう。幸せだねお前。何でもいいんだ、何でもいいんだよお前なんか別に。そんなことないですよ。じゃあこっちがバーの氷。でも見た目が全然違いますね。甘いだろもう香りが。全然違います。全然違う、わかる？わかんねえだろなお前には。いや、別のウイスキーみたいです。そうだろ？はい。そんな違うもんだな。まあ別にまずいわけじゃないからな、こっちがな。はい。うわ。こんなに違うんだ。まあ本来のウイスキーの良さをなんか極限まで引き出してくれる感じするよな。いや全然まずいわけじゃないからな、ただ違うっていうのはよくわかるよな。違うと思う。だからまあこういうロックだとこのくらい違うし、あとは例えばハイボールとか水割り、でどのくらい違うかっていうのもちょっとやっぱ飲んでみたいからさ。水割りとかだとやっぱ結構違いそうです。そうだな、同じミネラルウォーター使うからな。ちょっとどうなるかだよな。ちょっとそれも試してみようかな。グラスも同じでな。はい。同じくらいのステアでどのくらいかそうだな。気になります。どのくらい入れるんだろう、家でやるとしたら。真っ白じゃんこれ。これが氷屋純氷。まあ大体このぐらいの大きさ。量は一緒くらい。これはちゃんと測るよ。あ、30ミリシングルの水割りをね。はい。そうしたら水も測ってみようかな。60ミリですね。こんな感じだね。なんか新鮮ですね。この氷でステアしてます。そうだな。いいねこれ。なんだろう、雪で作ってるみたいなさ。まあでも見た目がもう違うもんな。まあ全然違いますね。気持ち悪いよ俺左。まあでも確かにバラで見ないですね、この氷は。でも俺この間どっかで飲んだんだな。そうだ、こんな氷で出てきた居酒屋さんがあってさ、やけに落ち着いたけど、まあでもこんな水割りなんか昔家だったらこんなもんだったからな。子供の頃とかさ、カルピス飲むのもさ、こんな氷で飲んでたからな。なんか贅沢になったんだよ日本人は。確かに。ジュース。同じお酒で同じお水だもんな。同じ量ですからね。こっちなんだよ、楽しみじゃねえかよ。ジュース。こっちの方が美味しい。いやでもそんなに違和感ないよ。ああ、そうですか。ちょっと中盤ちょっとあれと思うぐらいで、そうだね。そんなに悪くない。あ、そうですか。なんか家でも楽しめるこういうのだったらちょっと飲んでみよう。いいですか。何がダメなのって思うよ。いただきます。ダメじゃないもん。ただこっちはちょっとちょっとやっぱ美味しいよ。ちょっと飲んでみます。だから水割りっていいんじゃねえの。本当だ。ロックの時に感じた嫌な感じはないです。全然ないだろ。もう普通に美味しく飲めちゃいますね。じゃあちょっと普通の。ロックの時の方がはっきり分かってる。違いましたね。確かに。でもやっぱ綺麗こっちが。これは雑味やっぱちょっと感じるけど悪くない。ロックの時は全然違ったんですよ。分かりやすすぎだな。ただ水割りにしたらそんなに悪くもねえし、ただやっぱりそうだな、家でこれ悪くないじゃん。だったらこれだよ。氷っていうのはやっぱなんていうの、命みたいなもんだから、水と氷がなかったら何もできないから俺たち。だからそのうちの一つだからね。あとなんとかなるっていうかさ、酒だってどうにかなるし、ただ本当にうちはもう冷蔵庫は電気切れちゃったら何もできないっていうか、でそれと一緒で氷使えなかったらシェーキングしたりするのもできないし、お酒は作れなくなっちゃうっていう。まあ本当ウイスキーのストレートとかだったらさ、水とそれだけだったらさ大丈夫だけどさ、まあでもそう考えたらやっぱり氷っていうのは俺たちにとって、かなり重要なもの。そこは絶対にもう譲れないっていうかさ、だからやっぱ氷に関しては、この家の美味しさ、バーの美味しさみたいのが
やっぱ二極化するっていうか、はい、ただいいじゃない家ではこれで、はい、別にこんな純氷氷や純氷、はい、使わなくたってさ、だから十分美味しいってことだよこれも。まあそうですね、ただロック飲むんだったら全然違うこんなに違うんだってから違うな、はい、もう一回飲んでみようかな。びっくりしましたね。いい香りになってる。本当ですか？やっぱどっちも美味しいよお酒は。ただやっぱ全然味の差はあるね。まずいわけじゃないから。これもこれも。まずかね。違うね。だからこの違いを楽しむっていうのはやっぱりバーに来たっていう良さなんじゃないかな。これだけ違うっていうのはすごい面白いな。でも正直そんなにこう比べてるから分かるけど、比べてなかったらこれで白い部分がなければ結構綺麗な氷で美味しい氷ですって言われたら、ああそんなのかなと思って、やっぱ人の視覚っていうかさ、脳みそだからこんなのさ、ただこう比べるとよく分かるなって話だよな。溶けにくいんですかね。なんか溶けにくい。だってこいつまだしっかりしてるもん。だってほら全然まだこの角がしっかりしてんじゃん。本当だ。やっぱ溶けづらいっていうのもあるんじゃないかな。ほらもうこんなちっちゃくなっちゃう。まあでも元からちょっと大きさがあれだったけど、でも全然やっぱ溶け具合違うよね。こっちもしっかりしてるっていうかさ、確かにだからバーはやっぱり氷命、水命みたいなさ、そういうところでやっていきたいところあるかもしれないね。いや面白かったです。ありがとうございました。もうでも面白かったねこれね。まさかこんな味が違うと思わなかったからさ。白州ノンヴィンテージで自分で作った氷と氷や純氷、ちょっと味を比べてみようかな。まあそんな感じで、まあ面白いねこれね。はい。面白かったです。自宅で作った普通の氷とバーの氷の違い、何が違うんですか？味がもう明確に違うっていうことですね。そうだね。ウイスキーの味を美味しく感じさせてくれるのは氷や純氷間違いないね。氷の美味しさじゃないんですね。その引き立てるかどうか。そう、氷がまずいとかじゃないんだよ。別にこれでもう臭くて飲めないとかさ、そんなんだったらまずいけど、まあ美味しさは氷や純氷の勝ちみたいな。今日はちょっとこの氷の飲み比べをしてみました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しかった。すげえ楽しかった。ありがとうございます。